メンテナンスをしなければ苔が出ないとか、そういう話ではないので、一部分だけ切り取ってそこだけを実行するとかはしないようにしましょう。ただ、これだけは多くの人に当てはまるんじゃないかなっていうのがですね。はいどうも、ゆばです。アクアリウムを始めると悩まされるのが苔問題。アクアリウムショップとか水草レイアウトコンテストとか見てると、苔一つない綺麗な水草レイアウト水槽憧れるんですけど、自宅でやってる水槽はどうしても苔まみれになっちゃう。そういう方多いと思います。うちでも過去の水槽たくさん苔に侵されてきたんですけど、なぜだかこの30センチキューブ水槽、苔が全然発生しません。ガラスパイプには茶色い苔が発生しちゃうんですけど、それ以外の水草、石、ガラス面、全然苔が生えないんですよね。今回はこの苔の生えない30センチキューブ水槽の詳細を見ていきたいと思います。具体的な解決策を示すわけではないんですけど、苔に悩んでいる方の参考になれば幸いです。それでは見ていきましょう。我が家の水槽で唯一こけているのがこのガラスパイプです。給水パイプも排水パイプも茶色い苔がついています。こちらは排水パイプ。先端部分は全然苔がついてないんですけど、パイプの部分は茶色い苔が発生しています。ただ、給水パイプも排水パイプもガラスの外側には一切苔がついていません。ガラスパイプの内側だけ茶色い苔が発生しています。この辺りにガラス面に苔がついていない秘密がありそうですね。では水槽内の細かいところを見ていきます。まず CO2 ディフューザー、ステンレス製のものを使っているんですが、こちらも苔が一切生えていません。苔つかないとこんなに反射して気持ちいいですね。これは水槽の中央にある石、風山石を使っているんですが、若干緑ですかね。これ苔なのかな？苔ですね。全くつかないと言っときながら苔ついてるじゃねえかと言われそう。ただこれは石に表情がついてる気がするので、こういう苔だったら個人的にはありだと思います。黒ひげ苔とか糸状苔じゃないので、水槽の景観を損ねるということはありません。続いて水草を見ていきます。苔はついてないですね。後ろの水草はこっちも苔はないですね。綺麗なもんですね。この水草も一時期黒ひげっぽいのにやられたんですけど、今はめちゃめちゃ綺麗になっています。苔なしですね。薄暗いところも苔は生えてませんね。前傾層も苔は生えていません。以前は糸状苔にやられてたんですけど、今は全く苔は発生していませんね。続いてガラス面はというと、ここちょうどガラスですね。この反射しているところ、ガラス面も苔は生えていませんね。ガラス面というとスポット状苔が生えそうなところなんですけど、うちの水槽ではほとんど見当たりませんね。よく見るとわずかに発生してるかなっていう感じです。カメラではちょっと映らないかもしれません。この辺り出てますね。CO2 ディフューザーのパイプ、この裏側、この辺りが若干こけてますかね。あ、こことか苔か汚れか何かしらついてますね。続いてこの水槽で使っている機材を紹介していきます。まず外部フィルターはテトラの VX60。使っている水槽が30センチキューブ水槽で水量が27リットル。この水量だと VX60 は適正な外部フィルターかと思います。中に入れている露材は確かエーハイムのサブストラットプロ。一般的な露材です。水替えに使っているカルキ抜きはプロテクト X。これは苔抑制とかに特に影響はないと思うんですが、一応我が家ではこれを使っています。魚の体表の粘膜保護にいいらしいです。LED 照明はハルデザインさんのソラリス8000。こちらを10時から18時まで点灯しています。8時間なので一般的な LED の照射時間かと思います。この LED は光量がとても強いので、だいたい 70% ぐらいの光量で使っています。発光面から水面までは30センチくらいあるんですけど、それでも十分明るいですね。とてもいい照明です。CO2 は設置しているんですが、実はガス切れで現在点火はされていません。以前白点病治療した時にヒーターは設置していたんですが、現在は取り外してしまったので、水温は26度。そして水替えやガラス掃除のメンテナンス頻度、
これ言うとって言われるんですけど、我が家では水替えをほとんど行っていません。減った分だけ水を足すというのを繰り返しています。たまに半分くらいの水替えを思い出したかのようにやるんですけど、月に1回くらいでしょうか。ほとんど水替えはしてないですね。ガラス面の掃除についても苔が目立つわけではないので、ほとんど行っていません。ただこれは水替えをしなければ苔が発生しないというわけではないと思います。うちの水槽ではたまたまそういったメンテナンス方法が合っているというだけかと思います。なので水替えをするなと言ってるわけではないので、そこだけは誤解のないようにお願いします。そして苔が発生しない秘密を探っていく前に、中に入れてる苔取り生態と水槽全体の生態数、これを見ていきます。まず苔取り生態は、ここにいる一番大きい魚、ちょっとピント合わないけど、サイアミーズフライングフォックス。体の真ん中に黒い一本線が生えてる大きな魚です。この魚は黒ひげ苔を食べてくれるということで有名なんですけど、実際に食べてるかどうかはわからない。ただし、この水槽に黒ひげが発生していないので、ちゃんと働いてくれてるのかもしれません。そしてオトシンクルス。これはガラス面とか石の表面の苔を食べてくれる有名な魚です。水草水槽とかやってる方は、オトシンクルス、オトシンネグロ、一緒に飼われてる方が多いと思います。この水槽では1匹だけ入れています。この1匹だけでガラス面を全てきれいにしているというわけではなさそうですね。そしてこの水槽の苔取り生態の中で一番数が多いのがラムズホーン。増やしたくて増やしてるわけではないんですけど、ラムズホーンがおそらく50匹くらいは入ってそうですね。まだサイズ的には5ミリから8ミリぐらい小さいものなんですけど、とにかく数が入っています。仮に50匹入ってたとしても、水草水槽だとほとんど目立ちませんね。レイアウトとか水草の影に隠れちゃうので、水槽の景観を損ねるというわけではありません。ラムズホーンはガラス面の苔だったり、水草についた苔、石の表面についた苔を食べてくれるので、この水槽の中では一番苔取りに役立っているかもしれませんね。それとヤマトヌマエビが2匹入っています。ヤマトヌマエビは水草や石についた苔を食べてくれるので、とっても重宝します。ただ水草の種類によってはヤマトヌマエビに食べられてボロボロになってしまうので、ヤマトヌマエビの入れすぎには注意です。この水槽に入れている生体の数なんですが、魚とエビを合わせて全部で15匹、27リットルの水槽に対しては生体の数は少ないかと思います。この水槽に苔が発生しない原因を個人的に考えていきたいと思います。まず一つ目は、水草を大量に植えていること。水草がたくさん生えていると、苔が成長するための栄養を水草が全部使ってくれます。水草が水槽内の栄養を使うことで、苔にまで栄養が行き渡らない。それで苔の発生と成長が抑制されてるんじゃないかなと思います。それとラムズホーンが大量に入っていることも苔が発生しない要因かと思います。やっぱり苔取り生態として優秀なのは貝ですね。ガラス面のような平滑な部分から石とか水草のようなデコボコした部分もきれいに苔を食べてくれます。ガラスパイプの内側に苔がついているのはラムズホーンが侵入できない場所だからかなと思いました。またディフューザーのパイプとガラス面の隙間、ここに若干汚れがついてたんですが、ラムズホーンが侵入できない細かい隙間には汚れが残ってるんじゃないかなと思います。それと生体の数の少なさ、これも一つの要因かなと思います。水槽が汚れていく原因は主に魚がたくさん入っていること、魚の排泄物とかでどんどん水槽は汚れていくんですけど、生体が少ないので汚れるスピードも遅い。そして魚から出た汚れはバクテリアとかで分解されて水草の栄養になる。このサイクルがうまいことバランスよく保たれてるんじゃないかなと思います。前回ハチェット3匹足した時も魚増やすのどうかなと思ってたんですけど、実はその後赤ヒレが2匹落ちてしまってるので、水槽の生態数としてはそこまで変わっていません。この水槽に一気に10匹とか追加したらバランスが崩れてしまって苔が発生していくんじゃないかなと思っています。というわけで今回は苔が発生しない水槽について個人的な考えをまとめてみました。これをやれば苔が発生しないとか、苔退治にはこれだっていう明確なアドバイスができたわけではないんですけど、苔取り生態の数、水草の数、生態の数、いろんな要因が複雑に関係して苔の出ない水槽が出来上がってるんじゃないかなと思います。もちろん照明時間だったり、照明消してる間にも部屋の別の明かりが差し込んでいる環境だったり、外部フィルターの性能が
左右したり、本当にいろんな要因が絡み合って苔の発生しない水槽が出来上がるんじゃないかなと思っています。一旦苔の出ない水槽が出来上がるとメンテナンスの手間も減るし、見た目も綺麗に保たれているので、この水槽についてはこれが完成形なんじゃないかなと思っています。実はこの状態になる前はめちゃめちゃ苔が発生していて、それは過去動画でもたくさん紹介してきたんですけど、その時リセットするかどうか悩んでたんですよね。ただリセットするのめんどくさいなっていう思いからなんとかそれを維持してたんですけど、なんだかんだ時間をかけていろいろ環境が変化して現在のこの水槽の姿になっています。生態の数を増やさなければおそらくこの状態維持できると思うので、今後もしっかりと見守っていきたいと思います。あんまりこまめにメンテナンスすると逆に環境が壊れそうで怖いんですけど、のんびりとメンテナンス頻度も変えずにやっていきたいなと思います。繰り返しになりますけど、メンテナンスをしなければ苔が出ないとかそういう話ではないので、いろんな要因が絡み合って苔が発生しない水槽になると思うので、一部分だけ切り取ってそこだけを実行するとかはしないようにしましょう。ただこれだけは多くの人に当てはまるんじゃないかなっていうのが照明時間ですね。照明時間と照明の強さ、強い照明を長時間当て続けてると、これはほぼ確実に苔は発生します。逆に苔をなくしたい時は照明を数日間オフにするとか、そういった方法が有効なので、やっぱり苔の発生と照明の強さ、照明の時間についてはある程度関係があると思います。苔が発生して悩んでるっていう方は照明の強さ、照明の時間を見直してみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。